まだまだ先は長そうだな。出港だ、ひなりれ。ふう、すっきりした。潮の匂いがする。もう海が近いんだわ。とこしえのことリヴァイバ。その起源は永久機関を主たる産物として扱うガラベド委員会がその鋳造を行う場として海上に築いた人工島であるとされる。海だ。島。永久機関鋳造技術の精緻を極めたその永久動力はやがて人間の生命そのものへと応用され、人類最大の夢である不老不死の秘術へと結実した。だがここがリヴァイバの都？都市の骸骨だぞこりゃ。人気がないわ。死を忘れた幸せな人たちで溢れ返っていたのに。永遠に若い美女がわんさか熱烈歓迎してくれると思ってたのにな。ああ、歓迎のセレモニーもなし、永遠の美女のキスもなしか。これじゃあ聖なる都というより死せる都だな。その神髄は門外不出の秘密事項であり、この不死の島を出ようと試みる者はことごとくその命を絶たれるという皮肉な慣習を生むに至った。本当に誰もいないのかしら。ここなら地獄の方がまだ賑やかで楽しいぜ。あそこに人が。銅像じゃない。紛らわしいもん作んな。人恋しい男の近くに。1時間幸せになりたかったら酒を飲みなさい。3日間幸せになりたかったら結婚しなさい。永遠に幸せになりたかったら釣りを覚えなさい。試験は合格じゃ、銀融詩人くん。待っとった、ずーっと待っとった。ゼロが4つもつくほどの長い月日をな。あっ、かかったかかった。ついに来おったがミスターリヴァイアさん。あれほど腐りきってもまだくたばれんとはの。哀れじゃ。気のいいネタだ。料理しがいがあるなら。ベルモット。おいジン、息してないでベルモット。何？いやいや、心配はいらんて。とりあえず俺の人工呼吸で心臓も止まってる。どうすりゃいいの？この不死王が面倒を見る。死なないことではエキスパートじゃよ。つまりこの都の不死は永遠の楽園の中の不死でしかなかったのであり、島を出た者は皆死んでしまうので、
この都がどこにあるのかを知る者はいないし、また我々が知ろうとしても知る術はないのである。素晴らしい、素晴らしいじゃないか。そうまでして堅くに守り続けている人類の至宝、魂の錬金術の神髄、流らい水このペルノー様が長きにわたる封印を解き、永遠の楽園の王座に君臨するのだいやー、何万年も生きとると物の名前を片っ端から忘れてしまうもんでな。覚えなきゃならんことが脳みその容量を軽く超えちまうんじゃよ。それって単に語録したってだけじゃないの？そうかもしれんな。だがその名札はなかなかいいアイデアじゃぞ。覚えておいた方がいい。次の不死王はお前さんじゃからな、義勇詩人君。じいさん、何万年もここで何してたんだ？永久に動くものを研究しとった。そしてその意味をな。ほら、失敗作がゴロゴロ転がっとろうが、片目を交互に開けて生きれば倍生きられるはずと牛で実験してみたが、生き延びたのは見事に目だけじゃった。そいつはメビウスの帯で作ったゼンマイの車じゃ。ピクリとも動きゃせんかったわい。これもあと一歩のところで挫折した。ライオン？いや、百獣が恐れ伏すという獅子じゃ。たてがみに永久期間を取り付けたが生き延びず獅子死となった。ししし。まあこいつはわずかな成功例じゃ。まあこいつ俺たちを置き去りにしやがって。このビラールは実に有能な助手じゃよ。なんだこれは。ここが不死の都リバイバなのか。一体どうなってるんだ。永遠の命を手に入れた長生き者たちで溢れ返っているんじゃないのか。いや待て、どこかにいるはずだ。流らい水を堅くに守り続けている者がこの島のどこかに必ず。行くぞキナリエ。おっと、その前にお前の動力をバージョンアップせねばな。ところでじいさん、ベルモットの具合はどうだ？ニーテリアさっきから単にベルモットの体を撫でましてるだけじゃねえか。ねえ、俺にも手伝わせてよ。慌てなくても大丈夫じゃって。何せベルモットはやっからしょ。手伝うってば。このわしが作ったんじゃからな。わしの永久期間最高傑作、オドラデクエンジンじゃ。さあこれでよし。もう分かってんのよ、あんたたちグルだってことを。回りくどい芝居なんか言っちゃってもう。バレちゃってるの？もうバレバレよ。まあまあ怒るな。ベルモットのおかげでこうして伝説の銀融詩人が見つかったんじゃからな。さっきから言ってるけど、その銀融詩人ってのは一体何なんだ？つまりな、さあ行くぞキラリネ。花の冠をつけた青い鳥が自由の翼を広げて飛んできて、ちょこんと肩の上に止まった。銀融詩人はそのまま片足を胸元に引き寄せ、盾ごとを引いていたものさ。こう伝説に歌われた銀融詩人こそ不死王の後継者だと言われているの。コルプスの都にほど近い草原でふと見たお前さんの姿に紛れもない銀融詩人をベルモットは見つけたんじゃよ。
最初はてっきりベルモットの見立て違いかと思ったがな。紛れもない義勇詩人だったでしょ、キングコアントロ。ことごとく謎を解いてここまで来たのよ、ジンは。おいおい、紛れもない見立て違いだぜ。俺は黒い鳥でジンも盾事なんか引いてねえ。伝説が真実とは限らんさ。ジンのおかげで酔いどれ船長もミスター・リヴァイアさんも救われた。紛れもない不死王の後継者じゃよ、ジンは。ジンならわしが見つけられずにいるものを見つけてくれるに違いない。たく長生きするはずよ。言いたい放題でストレスなんかたまりゃしないんだから。ス、ウプ、ド、オ、ゾ。サンキュー。なんだこれ、ただの水じゃねえか。いくら空腹でも死にはせんから何も食べなくてもいいんじゃが、どうもけじめがつかんのでな。こうして永遠のスープと名付けて水をすすっとる。永遠のスープ？味もそっけもないただの水だぜ。隔絶された時間の流れの中で日々判を押したように出されるスープか。なるほどね。何？今のどういう意味よ、ジン。とにかく暇なもんでな。楽しみといえば寝る前にこいつが読んでくれるお話くらいのもんじゃ。お話って小説？四行詩？それとも上事？ま、それもおしまいじゃ。この流らえ水はもうお前さんのもんじゃよ。流らえ水？これが魂の錬金術の真髄か。これを飲んだら永遠の命が手に入るのね。ってこれみんなが飲んだんじゃないの？じいさん以外長生きしてる人が一人もいないってどういうことよ。みんなここに不死を置き去りにして行ってしまった。永遠の命を手に入れたのにそれを置いていった。そうだったの。誰も見つけられなかったのね。キングコアントローが探し続けた永遠に生きる意味を。なんでよ。ここって永遠の楽園じゃなかったの？話が全然違うじゃねえか。何が永遠の命だ、何が不死だ。伝説の楽園なんて嘘っぱちじゃねえかよ。伝説が真実とは限らないだろ。これでわしもようやくあの世へ行けるわい。そんなキングコアントロー、あの世ってまた死ぬとかなんとかそんなこと言ったりして。よう墓なんで死ぬなんて青臭いこと言う年でもないでしょ。何万年も生きてるくせにくぬもろくしたふりしちゃって。いやいや、わしはマジじゃよ。マジっておい。表情だったけど完全に目が死んでる。どうやら平和的な説得ではわからんかな。このペルノー様にこそ永遠という名の美酒がふさわしいってことは。ああ、わからないね。教養なんて安酒に酔っ払ってるあんたのご託はな。いけきなりね。いきなりね、バージョンアップしただけのことはあるな。三角形だ。頭の上の三角形を狙え。よし、行くぜキル。
悪い。時計ボロボロになっちまった。どうなってんの？でかい方がくすぐるとちっこい方が笑って、その拍子にコントローラーを動かす。するとまたでかい方がくすぐる。題して永久期間笑い地獄ってとこかな。永久にあのままかよ。気の毒に。あら、永遠に笑っていられるなんて素敵じゃない。そうか？どうだいじいさん、俺の永久期間は。じいさん、キングコアントロ。本当におっちんじまやがった。キングコアントロ。ありがとよ。浴びるほど酒を飲みながら酔うことも眠ることもできず、気の遠くなる長い時をずっと。王位の継承、それはまた。命をつなぐ連鎖。生と死は一枚のコインの裏表か。何言ってんの？コインの表は旅立ちの町コルプス、裏は終着の町リバイバだったのさ。水、海からアリポン農場までの。おいビラール、お前のご主人はもう死んだんだぜ。わかるか？ロジャーが右左と。おいおい、壊れちまったのか？いいのキール、続けさせて。の石に腰掛けて星の言葉に聞き入った。ビラールはキングコアントローが夢の中で退屈しないように目覚めるまでお話を続けるの。目覚めるまでって。大地は人間と青海原を静かにゆすって眠らせ。それ飲むなら俺にも一口だけな。キヨ、大事なことを忘れてたよ。こんなもん飲んじまったら永久に母ちゃんには会えないってことをね。ジン、あなた。永遠の灰色より一瞬でも輝くあの七色の方が美しいって。
次回のジンガールはちょっと大人のいい女、クールなところがたまらないぜ。こういう彼女は意外と情に脆いもの。悲しい過去の一つでも語って聞かせれば慰めてくれるぜ。お前が語り始めると止まらないんだけど。次回爆弾生物ポルボーラ、よろしく。